皆さんこんにちは。ながらフライクの時間がやってきました。ながらフライクって何ですか？なんとかをペケペケをしながらフライクを楽しもう。具体的にどんな話をするんですか？あんなことやこんなこと話していきますよ。なんで笑うんすか？今日のお品書きはこちら。システム導入プロジェクトが失敗炎上しない理由。早速スタート。いやー、ダーツ楽しかったね。ダーツを終わってすぐこれ話します。そうそう、ダーツ楽しかった。ダーツ初心者なんでね、多分人生でも4回目ぐらいです僕ダーツ。やったことない。本当に飲まない人なんで、そもそもやる機会がなかったんで。じゃあもう人生でやったダーツの数を多分今日からすぐ超えますね。それやらないだろうね。みんながやってたらするぐらいかな。また話変わってるけどさ、ほんまや。ダーツバーってさ、ちょっとなんか緊張せん？そのバーの種別によるけどさ、若者がいっぱいおるとことかさ、ちょっとやりにくいじゃん。ところでさ、120分無償はいはい。でもね、世の中ね、炎上してる案件が多いと思う。うん。X とかで見るとさ、炎上の中に一家されましたとかさ、なんかかわいそうだなって正直思っているところもあり、まあ炎上については別のね時に話をするけど、なんでフライクが炎上しないかみたいなところをしっかりこうディスカッションというかわちゃわちゃ喋っておきたいなっていうのが今日のながらフライクのテーマなんですよね。で、1つ目が120分無償相談会っていうのをやってるのが結構珍しいかなと思ってて、あとは2つ目が優勝プロジェクトの進め方で、この2つについて話を今日していこうかなって思ってるんですけど、さてダーツはの話はね、お無視してしまって、まず120分無償相談会って何すかって僕振ってるもの僕がしてるんだけど、どう思った？初め結構さしんどいんだよあれ。四天王が何してんの？四天王が何してんの？おーっとすごい。そう、最近僕の悩みはね、中学生の娘がいるんですけど、中1っすよ。13歳になるみゆちゃんがいるんだけど、俺がシャレを言おうと思ったらすぐオチを言ってくるんだよね。もう賢い。もうショックでたまらん。賢いはいはい。例えばさ、すげえオーソドックスなところで布団がって言うとすぐに布団だとか言われるんだよね。おお、上の句下の句や。いやもうでもその姉妹にはその心はとか言われそうで怖いわけまあで、どう思いました？無償相談会の120分間をさ、やるわけじゃん。傍から見てどうだったの？120分無償相談会をやってる大滝さん。正直私前職も今もそうですけど、商談っていうんですかね、そのシステム構築をするのの受注前のフェーズであんまり関わってなかったというか知らなかったので、なんでしょう、ちゃんとしてるなと思いました。なんか営業して、まあ受注前なんで当然営業活動じゃないですか。で、こうなんでしょう、とにかくこう押しに行くぞとか売りに行くぞみたいなスタンスで何分とかそんな風に設けてこなければ、なんかあらかじめ準備してとか、お客さんにもこういう準備をしてきてくださいみたいなこととかじゃなく、もうとりあえずアピールしに行くぞみたいなスタンスで行くのが僕は営業だと思ったんですよね。けどなんかお問い合わせを受けた後にこういうテーマでこういう話をしますとか、あなたの業務を聞かせてくださいみたいな、なんかこっちがアピールしに行くとかじゃなくて教えてくださいじゃないですか、どっちかというと。っていう、そのなんでしょう、中身っていうんですか、やり方に新しいかな、ちょっと営業のイメージとちょっと違ったかなみたいなのは思いましたね。同じく俺も中身なんだよね。いや時間で言ったらね、どこの企業も相当費やしてるのがまた行きます、ちょっと高いって言われてまた行きます何回も行って10回20回行く会社もあるだろうしさ、時間で言ったら別になんか何とも思わなかったけど、やっぱ中身ですかね。あ、売らないんだみたいな、自社アピールじゃなくて、プレコンサルティングやってみましょうなんだっていうところは、新しさを感じましたね。あれさ、もともとはなんで出てきたかっていうと、お客さんっていうか見込み客だよね。見込み客が僕に提案してもらって幸せだなってすごい思ったんですよね。おー、はい。今日
こうから聞けるんだけど、うんうんうん、聞いていただけますか。だってさ、僕が何回も足しげく行ってお客さん先に、フライクの前だよ、足しげく行ってお客さんにヒアリングして、それをわざわざ僕が資料を作って、でそれでやってるお客さんって、そりゃ満足してスタートするよねと思って、それがなんか営業だったんですよね。営業スタイルで、で最後にさ、会社の情報を挟むのも嫌いだったんですよね。一生懸命僕が作った資料にかっこ悪い会社の体裁の資料が来るのがすごい嫌で、なんかお客さんが幸せだなと思った時に、なんかこれ名前つけたいなと思って、120分無償相談会っていうのを作ったんですね。で断ってるお客さんもいるんですよ。でしたくないなってお客さん、例えばさ、こっちだって時間もかけてるし、お金ももらわないとビジネスにならないからさ、お客さんが発注してくれなさそうなお客さんにさ、120分も僕の時間費やしたくないんですね。なのでメールとかでこんだけかかりますよ、それでもやりますかとか、僕たちこういうスタンスで納期は絶対これぐらいかかりますよみたいな、プロジェクト、優勝プロジェクトしたら大体半年以上かかりますよって言ったら、いやだったらいいですみたいな人たちっているから、そこで結構フィルターをかけている状態で120分無償相談会をするので、ホット中のホットだけなんですね、やってるのが。なので120分無償相談会を3社したら2社受注みたいな、67% ぐらいの受注率でいけるから、僕はやり続けたいなって思ってるんですね。ただこれ優勝でやっているんです。資料化は10万円もらってるんだよね。でこれ僕ね、過去嫌なことがあって、なんかすごい高飛車なんで、いやオタク仕事ないんでしょみたいな、うちの仕事あげますよみたいな、なんか資料作ってくれるんでしょみたいな感じでカチンときたけど、資料作ってやったらついちゃった。まあね、はい、ネームバリューがめちゃくちゃあるからさ、そこで資料を作ったらさ、その資料を社内用として回覧したいからパワーポイントでくださいみたいなことを普通に言ってきて、カチンときて、でとある大きなイベントであったら、なんかあの時の資料やるよ MS みたいな、なんか仕事あげましょうかみたいなことを言ったんで、もうこいつと仕事しねって思って、そこから、X とか YouTube とかでそういうことを投下したら、賛否両論あったわけさ。営業としては、無償で作るべきだよねとか、ただフライクのクオリティを担保するんだったらお金もらってもいいよねみたいな、ところでも今はお金をもらう流れで言ってるんだけど、そういうのもあって120分投下して資料を作るんだったら10万円もらえますみたいなビジネスをしてるんだけど、そこはお金をもらうかもらわないからはさておき、このスタンスは変えたくないなって思ってる。でその2つ目のところに行くんだけど、フライクのプロジェクトの仕方って業務設計、システム設計、システム開発、保守、運用メンテナンスっていうところになると思うんですけど、このプロジェクトの進め方につなげる役割としてあるわけじゃないですか。この4つのプロジェクトをするにあたって120分無償相談会ってどう見てる？必要なもの？でいくと、今聞いててうちないなと思ったのが、無理なスケジュールってないじゃん。ないかも。これ結構あるじゃん。確かに何ヶ月で導入したいですっていうところに対して、とりあえず営業がなんか言ってて、でちょっとね、エンジニアの舞台これいけるみたいな、いや無理っすよみたいな、いやちょっと機能減らしてでもいけよみたいなのが一切ないなと思って、確かに、だからなんかスケジュールで焦るとかっていうところがないから、っていうのは思った。炎上しないところに繋がってるのかもね、無理なスケジュールっていうと。絶対いると思うし、イメージついた状態から入れるのはでかいかな、業務設計するとき。沼ちゃんがしないから分かんないと思うけど、ある程度ざっくりとした2時間で聞き終わったフローがあるから、それのイメージの上で入れるのはでかいかな。スケジュールの話でいくと、さっきちょっと何でしょう、営業のイメージは自分の商品を売りに行く、アピールしに行くみたいな話ありましたけど、それでうちの商品いいんですよって言うと、じゃあちょっと急いでやってもいい、やられてくれるんだったら買ってもいいけどみたいな、なんかやっぱ自分の売りに行くと相手が強気に出ちゃうみたいなところもあると思うんですよね。だけどうちは聞いてみたいな形で、お客さんをどっちかというと何でしょう、買ってやるぜスタンスっていうよりはやりたいにさせる方なのかなと思ってて、ですよね。なので、スケジュールのところとかも別にお客さんからせかされたスケジュール出すことなんかうちしないじゃないですか。うちやりたいって言ってくれてるけど、うちはこのスケジュールだったらできますよってこっちからスケジュールを言う、お客さんにむしろ合わせてもらう、待ってるお客さん他にもいるから、このスケジュールだったらできますよってうちから言ってるから、
ってのもあるかもあると思うしれないですよね。とある企業からさ連絡来てさ出注したらいいなと思って提出した資料あったじゃん。なんだわかんないです。僕それ知ってますいよ。やってか思い出せないそれはね1件2件じゃない件も分かんないあ、なんやそれ。いやーなんかさ普通営業とかだったらさ、まあ、経営者でもそうだよ。目の前の現金だったら取り行きたいじゃん、超大企業だし、あ系でさそういうのが来ていや受注したくないなと思って、幸せにならないしこれ絶対お客さん失敗するから、やめた方がいいのになと思ったら案の定うちじゃなかったね発注先、すごい安堵してしまって、よかったなうちじゃなくてって。あとねちょっとねお客さんセンスにいいなと思っただってね上司からこのスケジュールでやれって言われてるから部下がそれやってるんだけど、そのスケジュール意味ないじゃん。何のためになるのって言ったら予算がとかじゃん。センスなと思って、っていう観点で言うとスケジュールは無理がないのは来てるのはそうかもしれない。そこにトスアップというかバトンタッチしてないっていうのはある。スケジュールはねでかい、一番でかいと思う。確かにそうかもしれないです。まだ分かりにくい縦の話をするけどさ、はいはいはいビーフシチューをさであれめっちゃ煮込まなんじゃん。あなたはね。めっちゃ煮込まなんじゃん。それをじゃあ3時間煮込まないといけないです、そうしないと美味しいものができませんって言ってるのに対してさ、俺だってちょっといい1時間で作れよみたいな、まあ作れるかもしれんよ、でもそれってお客さんに出した時美味しくない、食べてまずで俺システム一緒だと思ってて、1時間で作れよって言ってくる人たちが嫌い。なるほどね。もちろん最初分かんないよ。ビーフシチュー3時間かかるなんて知らないからこっちが教える。3時間かかるよって、あそうなんだってだったら分かるけど1時間で作れよみたいな。まあもっと言うと俺の一番いいビーフシチューは3時間かかるぞだよね。だって僕そうねビーフシチューだって1時間で作るもん。いやそれは美味しくないです。でもさだろ結局さお客さんビーフシチューさ食べたいな時に沼ちゃんのさ普通のビーフシチューとさリツキのめっちゃ美味しいビーフシチューどっちが欲しいかって決まってないのにさビーフシチューだけ欲しいって言ってこっちを選ぶわけで世の中たくさんああそうですね、そうですね。でそれで満足する人は俺はもういいと思ってて、もうなんか安かろう早かろううまかろううまかったらよくないね安かろう早かろう的なやつで選ぶんだったらいいけど、本当はこっちを希望してるのにこっちを選んでしまってわーわー揉めてるのをセールスソース使えないって言ってるのはセンスがない、って思う。素晴らしい例えだった。膨らんだ。そうだね、確かに。ありがとうって言ってほしい。じゃあ業務設計、システム設計、システム開発、運用保守っていうプロジェクトの進め方っていうのが多分世の中一般的じゃないと思ってて、それどういうふうなことをしてるんですかっていうのをちょっと教えてください。何をしてるかですよね。そう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 、まあ、業務設計はもう業務ビーフシチューで例えるとビーフ難しいなあ。でもさっきの話じゃないですか。どういうビーフシチュー食べたいんですかみたいな、なんで食べたいんですか。そこまでいく？じゃあなんでビーフシチューが食べたいのみたいな。なんか普通の甘いシチューじゃなくてこう塩味のあるこうソースの味が強いビーフシチューが食べたいから。白いのでいいじゃん。カレーじゃないですか。怒られてます今。カレーじゃダメだ。いやカレーはほら辛いじゃん。いや甘いカレー普通のやつにすればいいんじゃない。オーダーはシチューなんだよねやっぱり。それは上司から言われてるんですか。食べたいだけっていうことをやってますっていう業務設計っていう業務。大丈夫わかるかな大丈夫かなちょっと恐怖を与えてるかもしれないでも本当にそんな感じで今業務そもそも CRM 導入したいですってなった時になんで導入したいの、何のために導入するのっていうのを聞いていって、いやこうしたいんですよ、いやまあ一旦いいだろうと、上からいいだろうで多分一般的な企業っていうかあれだったらうちのセールスソースはですねああそうやねっていう、うちのキントーンはですねとか、うちのダイナミック CRM はですね先生みたいなっていうのをまだそこは掘らない。あ、そうなんですね、じゃあ今どうなってるからそれ入れたいの、今の現状教えてっていうので全部聞いていって、じゃあ今こうでこう課題なんだねって、じゃあこれに対してどうなれば良くなるんだっけ、セールスソースを入れることじゃないよね、他の方法があるよね、どうなればいいんだっけっていう、そのまあいわゆる as is to be みたいなのを作り、じゃあその新しい業務に対してこうなったらどうよみたいな、まあいいねみたいなっていうところまでやるのが業務設計ですね。でビーフシチュー、グラタンかもしんないね。そうですね、その結果グラタンかもしれないですね。グラタンも捨てがたくない。
グラタンか、やっぱお米に合うかどうかって重要ですよね。ビーフシチューはお米に合わないでしょ。そっちか。いやもうね、シチューご飯にかけるやつ嫌いなんだよ。いや違う話始まったわいなこれは。ちなみにどうですか。強いて言うんだったらグリーンピース入れると俺へこむ。もう全然違う話だわ。これも業務設計まあそうやね。ですよね。確かにそこまで、判定の上司いるもんね。確かにそこまで聞いてなかったから、うわグリーンピース入れちゃったわの可能性ありますからね。そう業務設計だね。あともうあれよね。いらない機能だよね。グリーンピース。いらない機能ですね。おあれ見栄えの問題じゃんだって。いやでも見た目。酢豚にパイナップルも許せない。いやいる。わかる。意味がわかる。うわ出たここ壁あるなちょっ何グリーンピースの壁。と。おグリーンピース。いやグリーンピースはここで壁がつくよ。別にあってもいい。パイナップルはこうなる。なるほどね。なるほどね。でもこれは業務設計だね。システム設計はじゃあ。システム設計はじゃあそうなんかこういうビーフシチュー食べたいね、何のために食べたいんだっけ、何で食べるんだっけっていうのが分かった上で、じゃあその目的に合うためにシステムを入れましょうねって、ここで初めてシステムが出てくる。ビーフシチューだとなんだろうね。なんかスリランカビーフシチューとかなんかあるかも知らないけどね。インド式みたいな。でも作り方とかなんですか。作り方だね。じゃあ人参のサイズどのくらいにしますかとか。もうそうだよね。どんぐらい煮込みましょうとかも。そうだね。そうだね。どんな鍋でとか。盛り付けるお皿はとかもそうだし。そうどちらかというと盛り付けに近いかもね、システム設計って。確かに。例えば副菜とかね、ビーフシチューとなんかサラダ何がいいっすかとか、ドレッシングシーザーサラダでいいっすかとか、和風がいいっすかみたいに結構近いかもしれない。確かにそういうのでもっといいビーフシチューのセットができるかもしれないですからね、その設計で。そうだね。業務設計の時は雰囲気でしかないから、それを絵に描いてあげる感じかな。こういうお皿にこう持ってこう持ってこうなって、こういうお盆で持ってきてこうなって、シチュエーションはこうで、こういう女性と一緒に食べるのがゴールっすよねみたいな。でもさ、昼食べるか夜食べるかによってビーフシチューって違いそうだね。昼食べるビーフシチューと夜食べるビーフシチューだから違いそうだなって。俺ビーフシチューそんな好きじゃないからってでもそうですね、そこもいるかもしれないですし。そこも設計だよね。昼はじゃあこういう風にして夜はこういう風にしましょうみたいな、使い方によってみたいな。例えが悪かったね。カレーかもしんないね。何のカレーがカレー食べたいって時にさ、ライス食べたいのにさ、何のカレーが出た時にへこまない。カレー食べたいってさ、ここカレーだけどさ、カレーライスかもしれないしさ、何のカレーかもしれないからさ、あれ、それはそれでなんかこれもあるかもしれないね。システム業務設計ってね。なんなんじゃないですかみたいな。いいね。いやでもそう結構これいきなりちゃんとしたセールスソースの話変わっちゃいますけど、聞いた結果やっぱこっちだったよねは起こり得るので、なんかお客様はずっとカレーライスで想像してたけど、いや何の方だったかもしれない、求めたのはってなることもしばしば。そうだね。だからそこをちゃんと設計しましょうって感じだね。これ設計せずに作り始めちゃうと、カレーできましたってちげえわみたいな。それよくあるよね。ありますね。しかも使ってみたら、食べてみたらなんか違うかもしれないのパターンもありますから。超オーソドックスなカレーライスが出てくると思いきや、超高価なカレーライスが出てくるみたいな感じだよね。セールスフォース、月額2万円払ってるみたいな。それがシステム設計。そうですね。でシステム開発はもうじゃあ作りましょうって感じですね。それを描いたものを作りましょうが開発ですね。で途中で味見してちょっと足りなかったらスパイスって言われたらね。そうだね。お、めっちゃいい例えしたぞ。そうだね。正解だね。そうだね。それがなんで炎上しないの？もう焼き畑みたいなところが来る時もあれば、もう炎上してめっちゃ怒ってる状態でうちに問い合わせしてきて、そりゃそうだよって言って始まるプロジェクトもうちのあると思うんだけど、なんで一般的な、セールスソースのプロジェクトが炎上してて、うちがそのやり方をすると炎上しないのか。これ多分私の中では明確で、今ビーフシチューでまだ良かった。まだ良かった。セールスソース入れたいって、顧客管理、営業管理、なんかミドルオフィスの管理、勤怠管理、今いっぱいあるわけで、多分洋食ぐらいなんですよ。洋食を食べたい。で、いいっすね。うちのビーフシチューどうすかみたいな。ビーフシチュー知らないこの人たち。なんかそんなものあるんだ。いいね。契約しよう。で作った結果、なんか黒い物体出てきて、違うなみたいな。何これみたいな。お前ら営業の時言ってたのと違うじゃんみたいな。
っていうのが、まあ、炎上とかシステム使えないとかのは一般的なところかなと思ってて、うちはそうじゃなくて、洋食なんで食べたいん、何のために食べるん、何がいいんっていうところを業務設計でちゃんとするから、まあ、ある程度今がこうなってて将来こうなるんだなっていうのがまず見えるっていうのが一つ目でも、ここってまだ見えてるだけで、じゃあそれをどう実現するのか、どう実現できるのかも分かんないから、システム設計っていう工程でこういうふうにしたら実現できますよねとか、実際に絵に描いてみてこんな感じでやってますか、いや違うんだよみたいなところの動線とかを全部やって、で初めて作るので、まあ認識相違って絶対ないですよね。細かいところはもしかしたらあるかもしれないですけど、大きな相違がないので修正ができるっていうのに尽きるのかなと。なんかそれ聞くとさ、お客さんがちゃんとオーダーしてないから炎上してんじゃねってちょっと思ったりもするから、なんかセールスフォースが悪いとか、システム会社が悪いみたいなのが 100% あるわけじゃん、なんかね、95% をさなんか作りすぎててみたいな、訴訟になってたりするけどさ、俺ユーザー側も悪いんじゃねって思ってて、伝えきらんじゃん、聞いても。そう、さっき最悪だったもん、なんか濃い感じのなんか米に合うのがいいじゃんみたいな。いや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 、まあね、いやいやいや、そうで、でただうちはそうならないんですよ、やっぱり。っていうのもさっきのそのビーフシチューの工程でいくと、その何食べたいんですかっていうところと、でちゃんと絵に起こしましょうねっていうところと、まあ、実際作る工程ってあると思うんですけど、これを一気にもう何でしょう、受注しちゃうと、もう何でしょう、洋食が食いたいっていうオーダーの段階でもう作るところまでやっちゃってるから、結局出した時にいやこれじゃないんだけどが落ちちゃうんですよね。うちの場合ってそこを、まあ、今工程を切り分けてっていうふうに説明してくれましたけど、そこをもうプロジェクトとして分けてるじゃないですか。もう何を食べたいかを聞くっていうところだけでもう一個の案件としてもお金をもらっている、でその先のことはまだ僕らはまだお金もらってないんですよね、作るとも約束してないですし、でその後のじゃあ実際絵ができたら、いやそれを絵ができてないですね、何が食べたいのかみたいなのを聞いた後に今度システム設計ですよね、絵に起こしてみましょうってところでまたそこの絵に描く作業、システム設計をやるかどうかもお客さんに委ねる、やりますかやりませんか、絵ができましたよねと、まあ、やるかやらないかは自由ですってところから、いややりたいですとお客さんがもうやりたいがあったら、そこをまたプロジェクトとして受注して、で絵を描いて、で絵にできた結果、そこから先もお客さんに委ねるわけですよね、やりますかやりませんかと。でそこでやるってなったら、そこからようやくじゃあ作り始めましょうでスタートするので、もう何でしょう、固まってる状態から絶対スタートするんですよね、次の工程が。これがやっぱ炎上しないところかなっていうふうに思いますね。なんかさっきの大滝さんのやつのところからいくと、俺もう一個思ったのはユーザーが悪いよねみたいなのを思ったのは、やっぱこの古き良き日本みたいな訪問するときはね、ピシッとね締めて、でお金もらってる側だからこうピッてこうして、こっちはもう高飛車って言ったらあれですけどもう払ってんだぞとやれよとっていうこの関係性が最初からできちゃってるから、さっきのビーフシチューの何で食べたいの、なんか濃いソースがうんじゃらに対してこっちはあそうなんですね作りますって言っちゃう、ネクタイのところの企業がでしょ。そうです、言っちゃう。これに対していや意味わかんないっす、なんでもっと教えてくださいよってやってるのはフライクかなって、なんかお互いですよね。伝えきれないプロとしてそれをちゃんとなんかもっと分かりやすく聞いたりとか、分からないことを正直に分からないって言えない人たちの、コミュニケーションですかね。これは結構あるのかなって思いますね。ない仕組みを作っちゃってるかもしれないですよね。その一気にもうお金もらっちゃってるからやるしかないみたいなマインド。そう言うと残念ながら日本というか、うちみたいにプライム案件で YouTube 経由で全部問い合わせが来てる企業じゃないと多分難しいと思ってて、から紹介してもらってる案件はシステム開発からスタートするから絶対無理なんですよね。プロジェクトを分けれないし、あとはプライム案件じゃなくて二次受け三次受けしているところはそんな期間もないから、さっきのスケジュールってあったけどさ、スケジュール的にも無理。確かに、営業の仕方もありますよね。インサイドセールス電話かけまくってますとか、ビラ配ってます配りまくってますっていうのをやってたらさ、もうなんかそれをアピールしちゃってる、うちのプロダクトこれがいいからみたいなやっちゃってるから、もう向こうは電話折り返してやったぞとか、そのビラに対して見て電話してやったぞみたいなところも生まれちゃってます、ね、営業させてくださいスタンスだもんね、インサイドセールスって、ね、アポイントを取れてラッキーみたいなところだけど、話して好きになったこれ話して好きにいいと思います。うちのいいところというか
押していくポイントって実はここなんで、多分そうだね、変わらずご提供していきましょう。そうですね。ビーフシチューか。ビーフシチュー。そういうビーフシチュー菓子で食べるならどこなんだろうね。ここじゃないですけど洋食屋さん。洋食屋さん。あそこマジうまいよね。どこだどこだ。クイッて言って交番のところをクイッて言って交番のところクイッ。交番のところをクイッて言ってこっちか。いつも食べる担々麺屋さんの向かい。あ、確かに。あ、そうなの？向かいっていうか隣だよね。隣。なんて言うんだっけ。フレンチのお店か。フレンチではないかも。違う。なんて言うんだっけ。今日の動画はここまでです。ながらフライク、今日もお疲れ様でした。おやすみなさい。知らないけど。夜動画確定。なんか夜に聞いてもいいかな。フライクで働く人のことを知る大竹編。イエーイ。どんなこと知りたいか僕わかんないから自分で喋れないんだよね。YouTube で一番出てる人だからね。皆さんの思う大竹さんのイメージ絶対あるね。皆さん